皆さん、こんにちは。インターネットや書籍の世界では、昔から日本は世界の雛形であるという考え方が語られてきました。日本列島はただ一つの国ではなく、世界全体を小さく写したようなある種の縮図なのではないか、そんな見方です。この考え方はオカルトや精神世界の界隈で長く語られてきました。その源流の一つとしてしばしば名前が挙がるのが大本の出口鬼三郎です。ただここで最初にお伝えしておきたいのは、このチャンネルは何かを断定する場所ではないということです。私はこれが絶対に正しいと言いたいわけではありません。むしろ不思議な一致や妙に重なる構造を皆さんと一緒に眺めてみたい、その感覚に近いです。ですので今回から始まるこのシリーズも一般に言われている日本雛形論をそのままなぞるのではなく、そこに私なりの見方を加えた形で進めていきます。題して新日本雛形システム。これは単なる地形の一致を見る話ではありません。形だけではなく、都市の役割、歴史、宗教性、空気感、そして大きな出来事の流れまで含めて日本と世界の重なりを読んでみようという試みです。難しく考えなくて大丈夫です。気楽に似てるな、それはさすがに違うんじゃないか、そんな風に見ていただければと思います。ではまず最初に一般的に語られている日本雛形論を簡単におさらいしてみましょう。日本雛形論でよく言われるのは、日本列島が世界大陸の縮図になっているという話です。例えば世界地図をある角度で見ていくと、日本列島の各エリアに対応するように世界の国々や地形が重なって見える。千葉、東京、神奈川のあたりに中国や朝鮮半島が重なって見えたり、静岡付近のラインにエベレストを含む山岳地帯が対応しているように見えたり、あるいは日本一の湖である琵琶湖と世界最大の湖であるカスピ海、さらに近くの黒海との位置関係まで含めてどこか連動しているように感じられる。また地震の多いラインや海岸線の特徴が妙に似て見える地域もあります。もちろんこれだけ見れば無理やり似せているだけではとも言えます。実際その受け取り方も自然だと思います。ですが私が気になったのは、形だけでは説明しにくい一致があまりに多いという点でした。地形だけではなく、そこにある都市の性格、歴史的な役割、宗教や文化の濃度、そして時に大きな出来事の性質までがどこか重なって見えてくる。そこで私は思いました。もしかすると日本雛形論というのはただの表紙に過ぎないのではないかと。本当に見なければならないのは表面の地図ではなく、その背後で連動している流れなのではないか。私はそれをここでは仮にログと呼びたいと思います。言い換えるなら、この世界で起きた出来事や性質の蓄積です。もしこの世界が映画マトリックスのようにある種のシステム世界だったと仮定するなら、その中で発生した出来事はただ消えるのではなく、何らかの形で記録され別の場所に重なって現れてくるかもしれない。もちろんこれは仮説です。ただ私はこの仮説を通して日本を見ると、普通の地図では見えないものが見えてくる気がしています。そしてこの新日本雛形システムの第一章で最初に見ていきたいのが関西エリアです。なぜ関西なのか。それはここが単なる大都市圏ではなく、日本の歴史、宗教、経済、政治、文化が何重にも折り重なってきた場所だからです。特に今回は神戸、大阪、京都、この関西3都に注目して見ていきます。まずは神戸からです。関西エリア全体を広く見ると、兵庫県周辺にトルコやシリア、さらに淡路島の位置にキプロスが重なるような見方ができます。そしてこの地図を反転してみると、兵庫県とりわけ神戸市にはトルコ、特にイスタンブールがメインの連動地として浮かび上がってきます。地図をある向きに整えてみると、黒海はまるで瀬戸内海のようで、イスタンブールの位置に神戸が重なってくる。これが本当に興味深いんです。なぜならイスタンブールも神戸もどちらもただの港町ではないからです。異国の文化が流れ込み、独特の空気をまとい、海と山に挟まれた地形を持ち、坂の多い町としても知られる。そして何より異国情緒という言葉がどちらにもよく似合う。イスタンブールはイスラム文化と西洋文化が交差する世界でも極めて得意な都市です。一方神戸もまた開港以来西洋の文化を積極的に受け入れ、北の異人館や旧居留地に象徴されるように、日本の中でも独特のハイカラ文化を育ててきました。港町であり異文化の入り口であり、
坂の町であり、海と山に抱かれた都市。この重なりはかなり濃いものがあります。さらに神戸とトルコを考えるとき、歴史的にも無視できない出来事があります。1890年、オスマン帝国の軍艦エルトゥールル号が和歌山県沖で遭難しました。その時救助に尽力したのが地元の人々、そして日本側の支援でした。救助された人々は神戸でも治療を受け、その後トルコへ送り届けられています。そして後年、イラク戦争の際にはトルコ航空機が日本人救出に動いたことで、日本では大きく記憶されることになりました。神戸とトルコ、ただ地図が似ているだけではなく、実際の歴史の中でもどこか深い縁を思わせる接点がある。ここも新日本ひな形システムとして見ると興味深いポイントです。ですが神戸の連動はイスタンブールだけでは終わりません。関西エリアの下地をさらに別角度で見ると、レバノンのベイルートが神戸のベイエリアと重なるように見えてくる見方もあります。ベイルートもまた中東における交通、商業、金融、観光の中心で、かつては中東のパリと呼ばれた華やかな港町でした。その都市の雰囲気、海辺の都市景観、そして映画と損傷の振れ幅、これらを重ねてみると、神戸という都市はただ1対1の対応ではなく、複数の連動が重なっている可能性があるように思えてきます。そして私はここで災害や破壊のログについても完全に無視はできないと感じています。阪神・淡路大震災で神戸のベイエリアは甚大な被害を受けました。一方でトルコ周辺でも大地震が起きてきた。さらに中東の港町ベイルートも戦争や破壊の記憶を色濃く持つ都市です。ここで大事なのは、だから必ず同じことが起きると断定することではありません。そうではなく、神戸という都市には世界の中でも揺れ、教会、港、異文化、損傷と復元という性質を持つ場所のログが重なって見える。その見方自体が非常に示唆的なのです。次に大阪市を見ていきます。大阪は日本第2の大都市圏の中心であり、経済、商業、交通、娯楽、笑い、あらゆる意味でエネルギーの強い都市です。この大阪のメイン連動地として私が最も強く感じるのはフランス、とりわけパリです。地図の位置関係を整えると、フランスの中心であるパリが大阪市の中心にかなり近い感覚で重なってきます。最初に聞くと大阪とフランスと思うかもしれません。でも見ていくと意外なほど面白いんです。まずフランスといえば美食の国、料理に対する誇りが強く、食文化が生活の中心にある国として知られています。そして大阪もまた言うまでもなく食い倒れの街です。高級料理か庶民料理か、その方向性は違っても食を大事にする都市という意味ではかなり通じるものがあります。さらに都市の気質にも私はどこか似たものを感じています。フランスには政治や社会を風刺し、言葉で笑いを作り、センスのある皮肉を文化として昇華させる空気があります。大阪にもボケとツッコミに象徴される独自の笑いの文化があります。どちらもただ静かに従うのではなく、感情や反応を前に出し、空気を読みながらもしっかり主張する。この気質の近さは意外と大きいように思います。また大阪は天下の台所と呼ばれ、商業と流通の中心として発展してきました。パリもまたヨーロッパの中で圧倒的な存在感を持つ都市であり、政治、文化、経済の中心です。そして歴史を見ても大阪には大化の改新、石山本願寺、一向一揆、大阪の陣など時代の転換点となる出来事が集中しています。一方のフランスにもフランス革命をはじめ、国家の形そのものが揺れ動くような巨大な転換の歴史があります。私はここでもただ一つの出来事が1対1で対応しているというよりは、時代を動かす熱量そのものが重なっているように感じます。大阪という都市は平時には活気と笑いの街として現れ、有事には政治、経済、民衆のエネルギーが噴き出す場所でもある。この点でフランス、特にパリとの連動はかなり濃いものがあると思っています。ただし大阪の全てがフランスだけで説明できるわけでもありません。特に湾岸部に関しては別のログが重なっているようにも見えます。下地として重なる中東側のライン、特にガザ地区を含めたエリアの破壊や緊張のログが大阪湾岸の脆弱性を連想させる、そんな見方も私は頭の片隅に置いています。もちろんこれも断定ではありません。ですが大阪という都市をただ賑やかな商都として見るだけではなく、巨大都市ゆえの集中、
脆さ、熱量、そして揺れやすさを持つ場所として読むと、世界との重なりが急に濃く見えてくるのです。そして最後に京都です。京都は関西3都の中でも明らかに性格が違います。神戸が港と異文化、大阪が経済と民衆の熱量だとすれば、京都は象徴と聖性の都市です。長く天皇の居住地であり、都であり、精神的中枢としての役割を担ってきた場所。この京都のメイン伝道地として見えてくるのがバチカンです。面積の大小で言えば比較になりません。宗教体系も当然違います。ですが、役割の重なりに注目すると非常に興味深いものがあります。バチカンはローマ教皇を中心としたカトリック世界の象徴的中枢です。面積は小さくてもその持つ意味は極めて大きい。京都もまた日本の歴史と精神文化の中で単なる一都市ではありません。寺社仏閣、経営文化財、歴史資料、その密度は日本の中でも圧倒的です。バチカンがキリスト教世界の象徴性を一身に背負っているように、京都もまた日本という国の深層にある記憶や様式を濃縮して抱え込んでいる都市だと言えるかもしれません。さらに京都の周辺には琵琶湖があります。日本最大の湖である琵琶湖と世界最大の湖であるカスピ海、この対比も雛形論では昔からよく語られてきました。その下に大都市がある構図、そして周辺に宗教や文明の厚い層が重なっている点まで含めると、京都周辺は単なる地方都市ではなく極めて濃密な意味を持つエリアとして見えてきます。私は京都を見ていると、都というものは行政機能だけではないのだと感じます。そこに人々が意味を託し、歴史を重ね象徴として見続けた時、その土地は一種の精神的中枢になる。京都とバチカンの重なりはまさにそこにある気がしています。そして天皇が京都から東京へ移ったこと、この大きな移動が今後の新日本雛形システムの中でどのような意味を持ってくるのか、ここは今後のシリーズでもかなり重要なテーマになると思っています。ここまで神戸、大阪、京都と見てきました。ではなぜ第一章で関西だったのか。それは関西が日本の中心だった時間を長く持っている場所だからです。政治、宗教、商業、文化、対外交流、それぞれの役割を分担しながら関西は長い時間日本の中枢として機能してきました。しかもその各都市が世界の別々の主要エリアと重なるように見えてくる。神戸は港と教会と異文化の都市、大阪は熱量と経済と民衆の都市、京都は象徴と聖性と記憶の都市。この3つが一つの県に収まっている。だから関西は新日本雛形システムを始める場所として非常に象徴的なのです。そしてもう一つ、私はこのエリアに世界の大きなロムがいくつも重なっているように感じています。中東やトルコ周辺で起きてきた災害、戦争、難民、都市破壊、国家レベルの緊張、そうした重い出来事が関西周辺の連動地にいくつも重なって見えてしまう。ここで大事なのは恐怖を煽ることではありません。ただ大きな歴史や災害のロムが集中して見える場所に自分たちは立っているのかもしれないという視点を持つことには意味があると思っています。もしそうだとするなら、防災意識を持つこと、海沿いのリスクを軽く見ないこと、都市の脆弱性を考えておくことは決して無駄ではありません。私は未来を断定するつもりはありません。ですが世界の各地で起きていること、ただ遠い外国のニュースとして消費するのではなく、これは日本のどこにどう重なって見えるのかという視点で見始めたとき、世界の見え方はかなり変わってきます。それが今回お伝えしたかった新日本雛形システムの入り口です。今回は新日本雛形システム第一章として一般的な日本雛形論のおさらいと、そこから一歩踏み込んだ全観式の見方をご紹介しました。日本は世界の縮図なのか、それとも私たちがそう見ているだけなのか、その答えはまだ簡単には出ません。ただ形だけではなく、役割、歴史、宗教性、都市の空気、そして出来事の重なりまで見ていくと、日本列島は思った以上に不思議な構造体に見えてきます。そしてその中でも関西はやはり特別な場所です。次回以降はこの新日本雛形システムをさらに広げながら別の重要エリアにも入っていきたいと思います。皆さんは今回の関西3との重なりを見てどう感じたでしょうか。似ていると思った方も、いやそれは違うと思った方も、ぜひコメントで教えてください。このシリーズは断定ではなく
皆さんと一緒に考えながら進めていきたいと思っています。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。